Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは。ひときです。前回はたくさんのいいねやチャンネル登録ありがとうございました。では早速今日紹介したいオノマトペはワクワク、パリパリ、ツルツル、この3つです。では最初にワクワクをどうぞ。ワクワク、ワクワク。明日の旅行とってもワクワクしてる。ワクワクって怒ってるってことかな？ワクワクしてるの？一緒にご飯食べるとか。怒ってるのって私が臭いからかな？一緒に温泉入るとか。私ってやっぱり臭いかな？一緒に寝るとか。旅行やめよっか。ワクワクはお湯が沸くように気持ちが溢れそうなほど楽しみな様子や期待をしている様子を表しています。一見お湯が沸く様子は怒っているようにも見えますが、でもこのワクワクは怒っている時には使えません。もう一度言います。ワクワクは楽しみな様子や期待をしている様子を表しています。次にパリパリです。どうぞ。パリパリ、パリパリ。パリパリは揚げた食べ物を少し力入れた時にそれが割れて、その時に高い音が出る。これがパリパリです。つまり揚げた食べ物でもそれが太い場合、それが割れた時に出す低い音は、これはパリパリではありません。日常生活で使われるパリパリとして、例えばこれがあります。崩して食べるパリパリ麺のサラダ。パリパリのイメージ覚えていますか？この揚げたものが割れた時に高い音を出す、このパリッという音がパリパリの由来です。他にもポテトチップスがあります。ポテトチップスが割れる音にもパリパリという音が使えます。揚げた食べ物を少し力入れた時にそれが割れる、その時に出す高い音、これがパリパリです。では最後にツルツルをどうぞ。ツルツル、ツルツル。ツルツルは物の表面がとっても滑らかな様子を表しています。ですので雪が降って道が凍っている時に、外雪が降って道がツルツルしてるから気をつけてねということもできます。ツルツルはテーブルに使うこともできます。このテーブルツルツルで気持ちいい。他にもツルツルは頭にも使うことができます。皆さんどうでしたか？ワクワク、パリパリ、ツルツル、この3つのイメージはつきましたか？ぜひ日常生活の中でもたくさん使ってみてください。Thanks for watching。谢谢大家来看我的频道。皆さんありがとうございました。